では、今回はゴルフボールの表面がなんで凹んでるのか、凹みの理由についてやっていきたいと思います。まず、簡単に水の方でイメージを沸かせた後に、実際のゴルフボールのお話ししていきたいと思います。まず水ですね。イメージしてほしいのが、お風呂とか湯船に水を張って、その中で手をぐんと動かすところをイメージしてみてください。手を突っ込んでビュンと動かす感じですね。この湯船の中でゆっくり手を動かすと、空気中で手を動かす時よりも、なんか抵抗を感じますよね。水の中で動かすと、水の抵抗というものを感じちゃいます。多分これはイメージ湧きますよね。なんでこの抵抗を感じるかなんですけど、この水にある性質があります。その性質っていうのが、粘性って呼ばれる性質です。この粘性っていうのが、その手の周りにある水が手の動きについてこようとするっていう性質が粘性っていうものになります。なんか粘り気っていうものをイメージしてもらえればわかりやすいと思います。そこで、そんな粘性を持ってる水なんですけど、こっからは多分実際にやってみた方が早いとは思うんですけど、水の中に手を入れて、ゆっくり動かした時と、早く動かした時で比べると、この後ろ側がある違いが生まれるんですけど、早く動かすと、この手の後ろの部分ですね。ここの水が複雑にうねってるのを多分観察できます。上から見たのがこちらなんですけど、上から見た場合、手を左にダーッと動かすと、手の周りを水がまとわりつくようにうねり出します。で、その後ろ側ではぐるぐる複雑にうねった水が発生します。これ実際観察してみてください。物の後ろの水面は複雑にうねって、ここに渦のようなものが発生します。この渦のせいで手を動かしにくい。つまり抵抗が発生しますよと。この抵抗のことを圧力抵抗と呼びます。まずは水を使ってこの抵抗の正体覚えておいてください。ここで本題ですね。ゴルフボールの穴の正体なんですけど、もちろんゴルフボール、水の中を飛んでるわけじゃないですよね。空気中を飛びます。その空気も実はスピードが速くなりすぎると、この水と同じように抵抗を感じちゃいます。そこでゴルフボールもスピードが速くなりすぎると、この水と同じような現象が起こっちゃいます。ゴルフボールって打ち出された直後のスピードは、だいたい時速200キロぐらいになっちゃいます。かなりの猛スピードです。で、この時速200キロってスピード、空気中でゴルフボールの後ろ側に渦を起こすために十分なスピードになります。そこで、ゴルフボールの表面の凹みですね。凹みの大切な働きが出てくるんですけど、ツルツルなボールと表面の凹みがある。凹みのことをディンプルって言うんですけど、そのディンプルがあるボールでの比較を絵で見てみたいと思います。まず左がツルツルなボールですね。このボール、今左に飛んでるんですけど、この青いのが空気だと思ってください。ツルツルなボールの場合、左にボールがポーンと飛んでいくと、このボールにまとわりつくように空気が曲がります。後ろで、このように空気が広がっていくんですけど、ボールの後方に水の時と同じように渦が発生します。このような感じですかね。このボールの後ろに発生する渦のせいでボールが飛びにくくなっちゃいます。ただし、ツルツルじゃなくて表面に凹みを作ると、ディンプルありの場合、この空気の流れが変わるんですけど、ボールが同じように左に飛びます。左に飛ぶことでこの空気がボールにまとわりつくように曲がっていくんですけど、ここで凹みの働きです。凹みがあると、このまとわりが強くなるイメージですね。つまり、ボールの後方の方まで、後ろの方まで空気がぐるんとまとわりついてきます。そうすると、ここの厚みが、さっきと比べると狭くなってるの分かりますかね？ここに同じように渦が発生するんですけど、さっきより渦の量が減ります。つまり、ボールが感じる抵抗がちょっと減りますよと。なので、ボールが飛びやすくなるっていう仕組みです。一応、まとめだけしておきます。ゴルフボールの表面の凹み、ディンプルがあると、後方の空気の渦が減ります。そこで、この渦ができるここの空気の厚みですね。この空気の厚みが減った原因って、凹みのおかげで
より回り込んだからですよね。この凹みがあると、ボールの周りの空気の流れが狭く整えられます。この整える効果を整流効果と呼びます。ちょっと言葉難しいですけど、絵でイメージが湧けばいいと思います。で、この凹みもいっぱい作ればいいっていうわけではないんですけど、この凹みを使って空気をコントロールすることで空気の抵抗を減らしてますよと。つまり、ツルッツルの方がなんとなく飛ぶイメージある方も、いるかもしれないんですけど、実際は凹みを作ることで空気の動きをコントロールしてより飛びやすくしてます。これがゴルフボールに凹みがある理由になります。で、一応これと同じ工夫をされているのが、例えば水泳のウェアですね。あのウェアもこれと同じような工夫がされてます。もちろん、ゴルフボールほどパッと見でわかるような凹みではないんですけど、同じような技術が使われてるんだなっていうことは、一応知っといてください。これが今回のゴルフボールの表面に凹みがある理由になります。もちろんボールを作るわけではないので、私生活に全く影響はないと思うんですけど、気になったことはあるけど、いちいち調べたことはないなっていう方は、今回のこの動画であの凹みがある理由、ぜひ覚えておいてください。今回の動画のように、身の回りにある物理を数式を使わずに今後も説明していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それと Twitter の方でも高校生向けの勉強法とか高校物理に関するツイート、大学受験に関するツイートなどもしてるので、よかったら概要欄にあるリンクの方から Twitter の方のフォローもよろしくお願いします。では、今回は以上です。